旭川紋別道道の駅白崎。これから大塚より少し内陸の遠軽町にある場所に向かいますが、この観光案内にはありません。その場所は赤矢印のあたりです。瀬古線とかも離れて遠軽の山の中を走ってます。本日の目的地は Google マップで見つけた北海道家庭学校と言います。家庭学校という変わった名称ですが、行政的には児童自立支援施設となります。山道を経て農村部に入りました。児童自立支援施設ですが、法務省所管の少年院と比較すると良いかもしれません。少年院は強制教育による社会復帰支援を目的とし、14歳から26歳未満、重大な非行を行った者を強制的に収容する施設です。決定は家庭裁判所の保護処分によります。対する児童自立支援施設は厚労省の所管で、児童による福祉支援を目的とします。18歳未満の非行の恐れがある、家庭などの理由の問題行動を示すものを親の同意のもと措置入所させます。開放的な点が少年院と異なります。入所は通常、児童相談所による行政措置によりますが、親による虐待があったような場合には、家庭裁判所による保護処分により入所します。目的地である北海道家庭学校に到着しました。小綺麗な花壇の先にシンプルな家庭学校の表札がありました。前日に電話をして見学の許可を得てきましたが、まずは本部棟の方へ行くようです。800メートル先に本部があるので、ちょっと受付をさせて、これが寮なんですね。うわ、牛が。一つのもう町ですね。すごいスケールだと思います。歩行者がいないか、生徒さんとかいると思うんで、これも寮だな。これさあな、本館って書いてあるんで、これあれだ。もうちょっと先ですね。これ給食棟って書いてある。あ、これが本部ですね。博物館もある。目的地は左側です。お疲れ様でした。到着しましたね。体育館とかも。富岡康介氏が大正3年に開校しました。本部棟で受付、注意事項として校内で人部の撮影は不可、建物外観の撮影は可、礼拝堂は入館して内部撮影も OK だそうでした。もう一つ注意事項があって、校内にはヒグマが出没するそうです。ここ、本部棟からさらに進んで山頂付近にある礼拝堂の方へ参ります。本部で地図をもらいましたんで、撮影も OK だということで、駐車場の方に移動します。こっちかな、礼拝堂とかにありますね。左側の博物館なんですが、ちょっと案内がいないとなんか入れないようで、今日は見送りたいと思います。あ、これですね。礼拝堂前の駐車場に着きました。ここは薪割り作業のスペースにもなっているようです。振り返ると電気柵にヒグマ出没の旗。本当に電ですね。さて、この奥の礼拝堂の方へ行ってまいりたいと思います。のぞみの丘。望みを抱いて勉強し、良い人になるようにと、高祖留岡康介の教訓の丘ですと。あれが大正時代ですね。1919年の礼拝堂ですね。
おお、これは独特の威厳と言いますかね。黒い壁に赤い屋根と、茶色い石が、オホーツク軟石らしいですね。リスもなんかね、いますね。まあ、リスだけじゃなくてヒグマもいる礼拝堂。すごいな。ああ、完璧な構図って言いますか。苔むした木々の、紅葉の木々を背景に、凄まじいインパクトありますね。なんか入ってもいいとかって言ってましたね。入れるのかな？入りますね。ここで靴を脱ぐみたいですね。日曜とか礼拝とかはやってんだろうかしてもらおう。教祖の方ですね。富岡さんでしょうね。汗を流して道を悟りと書いてあります。どうして有形文化財のですな。厳粛な雰囲気が漂います。歌を歌ったりするんでしょうね。祝福の。僕はあまり宗教を入信してはいないんですが、この独特の世界観は魅力ですね。家庭で居場所をなくした少年の多くはキリスト教徒ではないと思うが、この教会で何を思うだろうか。このオホーツク地方の山の中で思春期の遊びたい盛りなのに連日作業と学習の繰り返し。しかしほとんどの児童自立支援施設が国立であるにかかわらず、この民間の北海道家庭学校が築いた100年の歴史を考えると、多くの少年たちはここを後にするとき、笑顔でここを巣立っていったのではないかと思うのです。